今、私たちの目の前で世界のマネーフローの構造が変わろうとしています。まさにそのマネーフローの構造変化ですよね。はい。単なる一企業の高決算という枠を超えて、資本の向かう先が根本的にシフトしているという話なんです。つまり、皆さんの今後の資産形成や投資の常識を根底から覆すような重要な転換点ということですね。その通りです。今回のこの深掘りでは、日本の安全保障環境の歴史的な転換と、あと AI やデータセンターの急拡大によるエネルギー需要の爆発という2つのメガトレンドに焦点を当てます。はい。この巨大な波の中心にいる企業の決算からお金の流れの未来を読み解くミッションに挑みたいと思います。ちなみに今回分析するデータは三菱重工業が2026年2月4日に発表した2025年度第3四半期決算および最新の事業財務情報に基づいています。情報源について触れるのはここだけにして早速本題に入りましょうか。そうですね。ただ、防衛とかエネルギーの巨大企業って聞くと、私たちの日々の生活からは少し遠い世界の話に思えてしまう方も多いと思うんです。なるほど。だからこそお聞きしたいんですが、つまりこの決算が個人の投資家や市場全体にとって具体的にどういう意味を持つんでしょうか。非常に重要な視点ですね。結論から言うと、この決算には国策レベルの巨大な資金がどうやって一企業の持続的な利益に変換されていくのかっていうビジネスの青写真が描かれているんです。ビジネスの青写真ですか。はい。私たちがなぜ今この企業の動きに注目すべきなのか、その理由は3つあります。ではその3つの理由を順番に紐解いていきましょうか。はい。まず最初のトピックは、爆発するデータセンター需要を総取りしつつある GTCC の躍進です。GTCC、ガスタービンコンバインドサイクルの略ですね。その通りです。今、このエネルギー分野の受注が文字通り激増していまして、事実として2022年から2024年の累計で世界トップシェアを獲得しているんです。はい。直近では都市ガスに水素を 30% 混ぜて燃焼させる実証試験にも成功しました。いやー、AI の進化とエネルギー問題って本当に切っても切れない関係ですからね。生成 AI のデータセンターは24時間365日、膨大な電力を消費し続けるわけですし、太陽光とか風力といった再生可能エネルギーはどうしても天候に左右されるので、安定したベースロード電源としてはちょっと不確実ですよね。そこで現実的かつクリーンな解決策として、圧倒的に発電効率の高い最新鋭のガスタービンが世界中で求められているという。まさにその通りで、これを日常のイメージに置き換えて例えるなら、排気ガスを再利用してさらにターボを効かせるハイブリッド車の超大型エンジンのようなものなんです。なるほど。ハイブリッド車のターボエンジンですか。AI の進化という途方もなく長い長距離ドライブを支える心臓部ですね。そしてここで重要なのが水素を 30% 混焼できるという技術力です。と言いますと。これは単なる環境アピールではなくて、他社が簡単に真似できない強固な技術的障壁、つまり強力なモート、お堀として機能しているんです。エンジンを売って終わりじゃなくて、その後のメンテナンスとか、将来的な水素 100% 燃焼へのアップグレードなどを含めた長期的な収益基盤になるという点も見逃せないですね。そうなんです。では、そのエネルギー需要に続く2つ目の理由は何でしょうか。2つ目はですね、次世代戦闘機 GSKP による防衛産業のビジネスモデルの転換です。GSKP。日本とイギリス、イタリアの3カ国で共同開発する第6世代戦闘機のプロジェクトですね。はい。ここで同社はリードシステムインテグレーターという中核的な立場を担います。さらに開発を主導するエッジウィングという合弁会社を設立して 33.3% の出資を行いました。このリードシステムインテグレーターというポジションは、日本の防衛産業において極めて異例かつ重要なシフトなんです。はい。これまでは海外の設計図をもとにライセンス生産をするか、一部の部品を供給する役割が主だったんですが、そうですね。今回はシステム全体の統括権と知的財産権のコントロールに深く関与することになりますよね。そこなんですよ。ビジネスの構造が全く変わるんです。例えるなら、これまで下請けの職人として特定の部品だけを作っていた日本企業が、世界最高峰のスマートフォームを設計段階から完成、そしてその後の管理まで全て取り仕切る元請けのゼネコンに生まれ変わる歴史的瞬間と言えます。下請けから元請けのゼネコンへの変化。はい。
システム全体を握るということは、価格決定権や利益のコントロール権を握るということですよね。それがそのまま3つ目の理由に直結していきそうです。まさにその通りです。トピックの3つ目は、利益率が劇的に跳ね上がる契約制度改革と ITO による収益構造の変化です。はい。日本の防衛事業の実質営業利益率はこれまで原価計算方式でだいたい 4% から 5% 程度にとどまっていました。かかったコストに一定の利益を上乗せする方式ですよね。これだと企業努力でコストを削減すればするほど売上も利益の絶対額も減ってしまうという構造的なジレンマがありました。そうなんですよ。しかし法改正などの影響でこれが最大で 15% という高い利益率へと移行しようとしています。 15% ですか。さらに企業内部でも ITO 革新的全体最適化という手法を導入していまして、これは単なる経費削減ではなくてサプライチェーン全体を見直して無駄を省く抜本的な構造改革なんです。利益率が 4% から 15% に上がるというのは、単なる業績の向上ではなくて、資本効率の観点から見て、全く別の会社に生まれ変わるに等しいインパクトがありますね。はい。これを例えるなら、決められた時給で働くアルバイトから結果を出してコストを下げれば下げるほど青天井で利益が手元に残る経営者の成功報酬へのルール変更です。なるほど。成功報酬型へのシフトですか。エネルギー分野でのハイブリッドターボエンジン、防衛分野での元請けゼネコン化、そして成功報酬型へのシフト。この3つが同時に進行しているのが現在の姿なんです。大きな転換点ですね。さあ、ここからが今日一番大切な話です。ぜひ高評価を押して聞いてください。はい。これらの定性的な戦略が実際にどう数字に現れているのか、具体的な数字の検証に入っていきましょう。そうですね。決算書には膨大な数字が並んでいますが、投資の基本である比較を用いて整理していきましょうか。お願いします。結論から申し上げますと、現在の業績は過去比、市場平均比、競合比という3つの軸すべてにおいて極めて強い競争優位性を示しています。3つの軸ですね。はい。まず1つ目の軸、過去比です。第3四半期の受注高は5兆291億円で、前年同期比 13% 増。売上収益は3兆3269億円、事業利益は3012億円と、これらすべてが過去最高水準を更新しています。受注高5兆円超えですか。いや、すまましい規模感ですね。本当に。そして続いて2つ目の軸、市場平均比ですね。利益をしっかり出している成熟企業を評価する上で、投資家が最も重視する指標の一つが、ROE、自己資本利益率なんですけれども。はい、ROE ですね。現在の ROE は 10.7% に達しています。日本の株式市場全体、トピックスの平均が通常 8% 前後であることを考えると、市場平均を明確に上回る高収益体質だと言えますね。なるほど。さらに経営陣は2026年度にこれを 12% 以上にするという強気なガイダンス、つまり目標を提示しているんですよね。おっしゃる通りです。過去の自分を超えて、さらに日本の市場平均も大きく超えているというわけです。そして3つ目の軸が競合比です。はい。先ほど触れた GTCC 市場において、大型から全容量体の全てで世界トップシェアを獲得しています。これは一部のニッチな市場だけでなく、グローバルな激戦区において競合他社を圧倒している明確な証拠ですね。全方位で隙がないように見えますけど、これって昔からずっとこんなに筋肉質な利益体質だったんでしょうか？いえ、そこが最も重要なポイントなんです。この業績は外部環境の追い風だけで作られたものではないんですよ。というと？過去に行ってきた痛みを伴うリストラや不採算事業の整理が背景にあります。今回の決算でも三菱ロジスネクストの非継続事業化などが報告されていましたし、なるほど。独自の定義でお伝えするなら、これは長年にわたる家計の断捨離が実を結んだ筋肉質な利益体質の完成形といえます。無駄な支出を徹底的に切り詰めて、本当に強い事業、勝てる事業だけに資本を集中させた結果が、今の高い ROE に現れているんです。家計の断捨離ですか？それをやり抜いたからこそ、売上の増加がそのまま利益の爆発につながる構造が出来上がっているんですね。はい、その通りです。さて、今回読み込んだ膨大な決算資料の中で、私が一番しびれた数字を一つだけ挙げさせてください。何でしょう？それは、受注残高12兆2474億円です。12兆円を超える受注残高。前年度末からなんと2兆円も積み上がっているんです。売上の数年分がすでに確定している状態ですからね。確かに圧倒的な数字ですね。
例えるなら、向こう数年分の給料がすでに保証されている超絶安定した住宅ローンのような安心感ですよ。明日急に仕事がなくなる心配をせず、腰を据えて中長期的な技術開発や設備投資に資金を回すことができる。企業にとってこれほどの強みはありません。ホストの興奮もわかります。加えて、企業が自由に使える手元のお金であるフリーキャッシュフローも、前回の見通しから上方修正されて2000億円のプラスとなっています。はい。これだけの成長投資を行いながら、1株当たり配当金は年間24円を維持している。株主還元と成長投資のバランスが取れている証左ですね。まさに好きなしですね。ただ、ここで少し意地悪な見方をさせてください。投資の視点において物事を片面からしか見ないのは非常に危険です。と言いますと、12兆円の受注残高は確かに保証された将来の売り上げですが、同時に必ず納品しなければならない巨大な義務でもあります。なるほど。もし世界的なインフレで資材価格が高騰したり、サプライチェーンが分断されたりした場合、固定価格で受注した巨大プロジェクトは一転して利益を圧迫するリスクにもなり得るんです。それは鋭い指摘ですね。単なる安心な住宅ローンではなくて、約束通りに家を建て続けなければならないという重圧でもあるわけですね。ええ。ではここからは、今ご指摘いただいたような点も含めて、この企業に吹いている追い風と乗り越えるべきハードルを冷静に整理しましょ常に両面を見ることは必須ですからね。まずは追い風から確認しましょう。最大の追い風は市場環境と国策の合致です。はい。日本国内では第7次エネルギー基本計画が閣議決定され、原子力の最大限活用や革新軽水炉の推進が明確に示されました。これはインフラ企業にとって数十年にわたる長期的な事業機会になります。そうですね。先行指標を見ても、北米やアジアでの GTCC 受注は極めて好調に推移していますね。防衛事業における利益率 15% への移行も、間違いなく収益を底上げする強烈な追い風ですよね。そうです。では乗り越えるべきハードル、つまり潜在的リスクはどうでしょうか。財務や外部環境の懸念としてまず見逃せないのが為替リスクです。第4四半期の前提為替レートは1ドル150円に設定されていますが、事業利益に対する為替のエクスポージャー、つまり影響度は9億ドルに上ります。ということは、想定より円高が進めば、それだけで数十億円単位で利益が目減りする構造にあると。ええ。また、米国の関税措置のリスクも存在します。現在は顧客への価格転嫁で対応を進めていますが、地政学的な外部環境の変動には常に注視が必要です。グローバルに展開しているからこそ、為替や関税の波をもろに受けるわけですね。そしてもう一つが、先ほど申し上げた実行リスクです。数兆円規模の開発となる次世代戦闘機 GCAP を2035年の配備目標に間に合わせること。あるいは世界中の巨大なプラント案件を計画通りに完成させること。はい。これらを品質、コスト、納期の当位に完遂できるかというプレッシャーは相当なものです。巨大プロジェクト特有の遅延リスクは常にハードルとして想定を置いておくべきですね。おっしゃる通りですね。為替の変動、関税の不確実性、そして巨大プロジェクトの遅延リスクというハードルは確かに存在します。ええ。しかし、過去の断捨離を経て築き上げた現在の筋肉質な財務体質と、プラス2000億円という強靭なキャッシュフロー創出力を見る限り、これらは得られる前提のハードルと評価して良いのではないでしょうか。そうですね。もしこのハードルを計画通りにクリアできるなら、日本の防衛やエネルギー産業を牽引するだけでなく、世界のインフラを支える絶対王者として、中長期的に株主価値を大きく高めていくことがあります。ただもちろん、投資は自己責任ですからね。私たちは特定の銘柄の購入を推奨しているわけではなくて、あくまで公開情報に基づくシナリオの一例を提示しているということは忘れないでいただきたいです。はい、その通りです。まあでも、リスクとリターンを天秤にかけながら、マクロな資金の動きが個別の企業業績にどう落ちてくるのか、そのダイナミズムを読み解くのが決算分析の本当の面白さですよね。本当にそうですね。目先の数ヶ月の利益だけでなく、国家の安全保障や世界のエネルギー基盤という数十年先を見据えたゲームスパンで動くビジネスのスケール感を感じます。スケール感で言えば、今回お話しした GCAP の設計権限を持つ合弁会社のエッジウィングは、なんと2070年以降までの製品寿命を管理すると言われているんですよ。2070年ですか？ 2070年ですよ。皆さんはご自身の資産や投資戦略において、そこまで長期の視点を持てているでしょうか？
この超長期にわたるマネーフローの変化に、私たちは投資家として、あるいはビジネスパーソンとしてどう乗っていくべきなのか、ぜひ皆さんの考えをコメント欄で教えてください。投資解説は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終判断は必ずご自身の責任で行ってください。もしこの動画が面白かった、ためになったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。今日もありがとうございました。気になる銘柄があればぜひコメントで教えてください。